今日は恵方巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もうすぐ節分ということで恵方巻きを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでも何回かね、恵方巻きレシピはご紹介してるんですけれども、今回はですね、とろたくをメインにした具材が7種類入ったボリューム満点の恵方巻きレシピをご紹介していきます。今回ですね、卵とかも入れないので、具材を並べて巻くだけなのですごく簡単です。具材に関しましてもスーパーで手軽に手に入るもので作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに寿司飯の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、米酢、お砂糖、塩、こちらの4つの材料で作っていきます。まずご飯は1合分で、炊き終わった後の状態で約 330g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてお酢に関しましては、今回米酢を使用します。米酢を使用していただくととてもまろやかな仕上がりになります。ない場合は穀物酢でも OK です。穀物酢はどちらかというとね、あっさりとした仕上がりになります。ご飯は必ず熱々のものを使用するようにしてください。それでは続いて具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。マグロのたたき、マグロの切り落とし、サーモンの切り落とし、きゅうり、たくあん、カニカマ、大葉、焼き海苔、こちらの材料を使って作っていきます。まずね、恵方巻きということで今回7種類の具材を入れていきます。まずとろたくメインなのでマグロのたたきと、あとはたくあんですね。そしてその他にきゅうり、大葉、カニカマ、マグロの切り身、サーモンの切り身を使っていきます。柵になってるものも扱いやすいんですけれども、切り身の方がねお安く手に入りますので、今回は切り身を使って作っていきます。こちらの具材はね、お好みのものを使っていただいて OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、まずはじめに寿司飯を作っていきます。まずはじめにお酢の準備をしてください。ボウルにお酢と、あとはお砂糖、そして塩を加えます。これでよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。それでは続いてボウルに熱々のご飯を用意してください。この中にね、先ほど合わせたお酢を回しかけます。回しかけたらこのように手早く混ぜてください。水分をね飛ばしていきます。熱々のご飯を使わないと水分が飛ばなくてべちゃっとした仕上がりになるので、必ずね熱々のご飯を使うようにしてください。はい、これで OK です。そしたらこの上に濡れ布巾か、またはペーパーをかぶせて置いといてください。それでは続いてこちらの海苔をね切っていきます。このまま1枚で使っていただいてもいいんですが、今回ミニサイズで作るのでこの半分の大きさで作っていきます。1枚で作りたい場合はもちろん1枚で作っていただいても OK です。まずこれをね半分に切ります。半分に折ってこれを切ります。はい、こんな感じですね。このように切っておいてください。このサイズで売っているものもありますので、そちらを使っていただいても OK です。それでは続いてきゅうりを切ります。まず両端を切り落としてください。この時に焼き海苔の幅に合わせて切ってください。こんな感じで切ります。あとはこれを半分に切って、でまたこちらを半分に切ります。きゅうりはねこのように切っておいてください。それでは続いて大葉です。大葉はねまず水洗いしましょう。そして水洗いしたらペーパーでね水分をしっかり拭き取ってください。これで拭き取ります。拭き取ったらこのね茎の付け根を合わせて揃えます。そしてこの茎を切り落とします。大葉の準備はこれで OK です。それでは続いてカニカマです。カニカマはねこちらを半分に切ります。このように2等分にしておいてください。続いてたくあんを切っていきます。たくあんはねもうすでに細切りになってるものもスーパーで売ってたりするので、そちらを使っていただいても OK です。こちら丸ごとタイプなので切っていきます。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきましょう。そしたらこちらをですね何枚か重ねて、そして細切りにしていきましょう。こちらもだいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきます。たくあんの準備はこれで OK です。
それではね、巻き酢を用意してください。こちら100円ショップにも売ってますのでチェックしてください。で、作る時はどちらを使っていただいてもいいんですが、この平らになってる方を表にして使っていきます。そしてまずね、海苔を置きます。で、置き方にもポイントがあります。海苔はね、こうやってつるっとしてる方と、あとちょっとざらつきがある方があります。このざらついてる方が内側になるので、こちらを表にしましょう。はい、そしたらこの上にご飯を広げていきます。よいしょ、全体にね広げてください。あんまり熱くならないように注意しましょう。適当にご飯を置いて、あとは手を濡らして手で広げていただくとね、やりやすいと思います。はい、このように広げてください。そしたらね、この巻き始めのところを手前に合わせて、でこの巻き終わり1センチぐらいはね、ご飯は乗せずに開かせておいてください。まず初めにね、大葉を乗せましょう。こんな感じです。続いてカニカマをのせます。のせるうちはね、大体でやっていただければ大丈夫です。続いてカニカマの下にたくあんをのせます。今回とろたくメインなので、たくあんはちょっとたっぷりめにね入れたいと思います。ただね、あんまり入れすぎると巻きにくくなるので注意してください。はい、こんな感じでのせます。そしたらサーモンのね切り身を置いていきます。置くときはね、この1枚ペロって置くと大きいので、これをねパタッと2つ折りにして置いていただくといいかなと思います。はい、こんな感じ。続いてこのカニカマの奥ですね、ここにマグロをのせます。マグロもですね、こうやって切り落としを結構薄めなので、これをパタッと2つに折って、そしてここに置きます。続いてこのたくあんの上にマグロのたたきをのせていきます。最後ですね、きゅうりをマグロのたたきの手前に置きます。で、このように具材はね、海苔の3分の1ぐらいに収まるように置いてください。そしたらね、こちらを巻いていきます。ここをね、親指で持っていただいて、軽く指で具材を押さえます。そしてまずね、一度にぐるっと一巻き巻いてください。こんな感じでぐるっと巻きます。一巻き目はね、結構キュッと巻くようにしてください。今度はこの巻き酢を上に上げて、そしてくるくるくるっと巻いていきます。で、キュッキュッキュッと軽く押さえて、一度開けて、そして手前に戻します。そしてまたね、巻き直してください。はい、今ね、中身はこんな感じになってます。そして輪ゴムで留めます。このままだいたい10分ほど置いて、そしてなじませてください。それではね、残りも同じように巻いていきます。はい、10分経ちました。巻き酢を外します。このように具だくさんでとても美味しそうに仕上がってます。このままね、通常食べるんですが、今回はね、断面をお見せしたいと思います。それでは切ります。端をね、切っていきます。はい、断面はこのような仕上がりになってます。はい、これで恵方巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。具材たっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。はい、ということで恵方巻きというのはですね、その年々に向いて食べる方向が決まってます。で、今年はですね、東北とやや東ということで、この場合だとかなり後ろを向いて食べなきゃいけないので、正面を向いてね、いただきたいと思います。皆さんはね、東北とやや東ぐらいですね、だいたい東北東の方を向いて召し上がってください。あとね、食べるときはですね、何も喋らずに丸々1本食べきるというのがね、恵方巻きなので、丸々1本食べきらせていただきます。では手づかみで失礼します。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、ボリューム満点です。すごく美味しかったです。たくあんがね、結構今回たくさん入ってるので、お醤油なしでも美味しく召し上がっていただけます。あと大葉の香りも効いててね、すごく美味しかったです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の恵方巻きのポイントです。まずご飯に関してなんですが、ご飯は熱々の状態で合わせ酢を加えて、その後手早く混ぜるようにしてください。熱々の状態で入れないと水分がなかなか飛ばなくてべちゃっとした仕上がりになってしまいますので注意してください。そして今回はですね、焼き海苔を半分にして食べやすいサイズの恵方巻きにしました。焼き海苔1枚を使って巻いていただいても大丈夫です。半分にした状態だと3本分になります。丸々1
1枚の量を使う場合は2本ほどできると思います。具材の量はその都度調整してください。そして恵方巻きなんですが、7つの具材が入ると縁起がいいものですので、今回は7つの具材を入れてます。こちらはお好みのものを入れていただいて大丈夫です。今回私はですね、スーパーで手軽に手に入るものをご紹介してます。マグロやサーモンに関しましては柵を使っていただいてもいいんですが、切り落としを使っていただくとお値段も抑えることができると思います。お刺身の盛り合わせとかも売ってると思いますので、そういったものを使っていただいてもいいかなと思います。そして巻く時のポイントです。まずはじめに海苔のザラッとした面にご飯を敷いてください。この時あんまり厚く敷かないようにだけ注意してください。あとは巻き終わり1センチ部分は開けておいてください。そうすることで巻き終わりが綺麗になります。そして具材を乗せる時なんですが、一番下に大葉を敷いて、あとはねお好みの順番で置いていただいて大丈夫です。ただ具材の置く場所なんですが、手前の3分の1に収まるように置くようにしてください。そして巻く時はですね、最初具材を押さえながらくるっと一巻きしてキュッと軽くきつく締めていただいて、あとはですね巻きすを持ち上げてくるくるくるっと奥に引っ張って巻いてみてください。巻き終わったらですね、一度形を整えて巻きすを外して、そして巻きすの手前に恵方巻きを持ってきてくるくる巻き直して、その後10分ほどなじませてください。あとはですね、そのまま美味しく召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ今年の節分に作ってみてください。はい、ということで今日は恵方巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。